通り過ぎるのに38分かかる。群馬県に到着。何すごく狭いし、右方向です。乾杯。さあお味はどうか。お、柔らけえ。つら折りになってるわ。すげえな。見えねえ。おっかね。どうなっちゃうの。マジか、ほんと。雨。いや、もう。県道124号、現在国道299号は通行止めで、上野に行くには迂回路として県道124号を通る必要があります。奥な国道の迂回路として険しい県道を通らなきゃいけないってわけです。舗装は綺麗だけどもね、これからね、この県道を通らなきゃいけないわけですよ。御巣鷹山の展望台を通っていくわけですね。すげえな。通り過ぎるのに38分かかる。さあ頑張っていきますか。はい、じゃあ、うわ、これ見てくださいよ、これ。そして道汚ねえみたいなあ、滑るなこれ。微妙に滑るな。本当にガスってきちゃったな。ベンチある。あ、ついに群馬県に到着でございます。雨がすごいと通行止めになっちゃうんだね。こっから下りってこと？注意、この道路は道幅が狭く落石の恐れもあるので注意して通行してください。バイ群馬県ってことでございますよ。群馬県側のが狭いってことね。つまりここからが本気の危険な県道。うお、すげえ、速攻で落石が多いなんでこんなガードレールぐっちゃぐちゃなの誰が突っ込んだんだろう。やべえよこれ結構やべえとこだよ。横がもう断崖絶壁になってるもんね。ガードレールある分安心だわこれ。ただでなんか舗装が悪くなってきたぞ急に。うわ、ガスってる。この道でガスるのはちょっと嫌だな。勘弁してほしいな。そして狭いし、これもうぶつかったんだろうね。ぐっちゃぐちゃだ、ガードレールが。おお、すんごく狭いしカーブがきついしね。ワオですよ。おお、なんだ今の。なんでこんなところにコーンが。さあここから落石注意。ここからさらに狭くなるの？おいや攻めー。本当に狭かった。そして雨
雨も強い。おお、やばいやばいやばい、雨の量が。おお、枝が落ちとるし、これめっちゃ下るね。超下ってる超下ってる。おお、すごいすごいすごい。なかなかですな。おっ、びっくりした。設置が狭い。雨の位置。やばいやばい。ちっちゃい雨がひどい。っていうか一台も車すれ違わねえけど、やっぱりこんなとこ夜通る人いねえんだろうな。そんな変わり者俺ぐらいか。またガード、もっとね、ガードレールギリギリになるじゃないですか。それそんな急に来ちゃダメですよ。なんであんな攻めんだよいきなり。だからみんなあそこぶつかってボコボコなのか。そしていつの間にかね、電波なかったことに今気づきました。雨でこんな路面状況だから、もう道路に集中するしかなくて見てなかったけど、あ、狭い狭い。いや、ここで事故ったりパンクしたら嫌だな。何キロも歩いて下に降りて助けを求めなきゃいけないか、それかちょっとこの辺の路肩に車を止めて助けの車が来るというか、通り過ぎるのを待つしかないわけですね。あ、でも民家が出てきたじゃん。おお、街灯も出てきた。だけどすごいな、こんな険しいの。ついに集落って、なんでこう、うわ危ねえ、なんでさ。でけえ枝が折ってたわ。国道299号。入るとどうなのかな。確かメロディーロードだからメロディーラインがあるな。60キロ50キロで走行するとね、50キロで走るとおお、すげえな。嬉しいひな祭りな。季節全然違えけど。あれ考えた人すげえな。ここを曲がると富士堂だ。有名な鍾乳洞に前行ったよね。道の駅じゃんこれ。右方向です。続いて目的地は右側です。入り口あっちね。端っこがいいかな。気温は21度。
釈のおつまみ、マイルドチョリソー、エビアボカドポテトマヨ、なんだこれ、エビアボカドポテマカサラダよくわからないけど、これ半額ね。この前ちょっとね仲間と飲んだ時に食べて美味しかったテーパ元の大根にこれ美味しかったんでね、リピートです。でまあちょっと野菜も取らなきゃっていうことでイタリアサラダ、これはごま油と塩で食べようかな。よし、まあ、このまま温めればいいかな。温めますかね。これ2分ダメかな。よし、お熱い、これ結構熱いわ軽く開けて、これはね1分ぐらいがちょうどいいんだよな。できた。熱い熱い。よし、盛り付けていくか。ごま油味しよう。ブラックペッパー。ジョニーウォーカーレッドラベルをこのリンゴの炭酸で割ったカクテルにします。うまそうじゃん。さて、よいしょ。それじゃあ先に乾杯からかな。じゃあいただきますからしますかね。いただきます。乾杯。おめえ、甘くてうまいじゃん。サラダの山盛りのごま油と塩とブラックペッパーだけでおつまみですよ。これなんか新商品のね、チョリソー。あ、ちょっとピリ辛、マイルドだからね。うまいうまい。あ、これ野菜にも合いそうだ。うまっ。これなんかポテトと、マカロニとポテトかにエビだ。このとびっこがいいやつだしね。面白い食感。アボカドうめえ。こんな感じで
スパイシーがね残ってるのいいね。しみしみだ。これテリテリ。うまっ。これには合うよね絶対。すんげえある。いや今日なんかすげえ酔い回ったな。やべえ。初号のデザートこれね、多分前々回ぐらいの旅行で茨城で買ってきた焼き芋のお土産なんですけど、僕の食後のデザートになりました。こちらね、横田商店さんの焼き芋、甘芋くんですね。さあお味はどうか。柔らけえな。3本手から食べちゃうよ。うまそうだ。蜜がすごい。じゃあこれをお上品フォークとナイフでいただこうかな。じゃあまずこいつから。もう柔らけえ。じゃあうまそうだ。濃厚。冷やし焼き芋蜜がねもうトロトロになってるおかげで濃厚甘い。いやめっちゃ甘みが強いこれ。本当に蜜でもかけたかのごとく甘いです。やっぱプロが作るさつまいもってのはこんなに甘くなるんですね。これおすすめだな。皮ごと食べても全然大丈夫ですよ。見えます？ちょっと手で悪いですけど、この柔らかさです。そしてこのトロトロ加減最高。さてと、ごちそうさまでした。美味しかったです。いやー、一杯で十分酔ったな今日は。よいしょ。さて寝るか。
完成です。いただきます。よっしゃ、食べてこう。まずは松茸の冷やし茶碗蒸しから。これ松茸なのかしいたけなのかちょっとわかんねえな。松茸だ。男飯調理槽で辛っ。ごちそうさまでした。美味しかったです。片付けて出発の準備をしましょう。よし、行くか。出口が遠いですわ。よいしょ。さて、やっぱりソフトクリームは朝からやらないんだ。残念。雨か。じゃあまあ帰りまた峠がどんなもんか見て帰るかな。もう一方の道の方はあんまり県道っぽくないのでね、荒々しい道から帰ろうじゃないですか。すげえな、秘境だよなここは。いや本当はね、このまま国道299号で帰りたいけども通行止めなんでしょうがないですね。この県道124号から帰りましょう。この道使ってきたつわものがいたな。必ずここは狭い道だな。すげえとこに家あるね。また雨強くなってきたな。めっちゃ煽ってくるやん。ここからやっぱり汚ねえね。
だね。さてこの辺りだったかな。知ったかな。レーダーよいしょ。さてあとはゆっくりこうつづら折りになってるわ。すげえなここ、ここいいね。これする霧が出てきた。マジか。狭いんじゃない？やっぱ夜とはまた違った顔を見せるね。うわすげえ。なんでこんなひしゃげてんの俺わあわあ道が悪いな。わあ石折ってた。危ねえ。すごいな。わあ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 すげえ。すげえ場所に舗装がボコボコだこの辺りは。うわ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 。うわ何これ。おいいけるかな。こするか。おおスレ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 よ。昨日なかったなあんなの。そろそろ長野県だな。わあまた道が悪い。もうそこ狭いやん。これは嫌だね。しかもめっちゃ登りだもん。さあてっぺんまではもう少しかな。いやーガスってなかったら展望台でちょっと風景撮ろうと思ったのに無理だこれ。狭っ。生命種見えねえし。もうついにかな。ついに長野県北池村でございますよ。よいしょ。さあちょっと一旦景色でも撮ろうかな。ぶどう峠でなんて思ったらこれですよ。なーにも見えん。もうしょうがねえ。このまま続けていきますかね。こっち側はそんなに言って群馬県側の方がなんかすごかったような。やっぱり短かったね。まさかこのキャンピングカー頑張っておよそ600メートル先
도착. 건조